こんにちは、ミッキーです。今回は実は知らないを発見、東京駅カフェ6選としてお店を紹介します。本チャンネルで好評な東京駅特集。私自身、東京駅に勤務して気づけば5年。そんな5年の中でも東京駅周辺はどんどん進化しており、昨年は丸ビル、新丸ビルのリニューアル、そして八重洲ミッドタウンの開業の特集にて新しい魅力をご紹介しました。そんな東京駅ですが、普段は気づかない隠れた楽しみ方があるのも事実。今回は実は知らないお得な東京駅の楽しみ方、有名店などを幅広くご紹介していきます。東京駅から日本全国へ出発する前のひとときや休日や休み時間に一息つく際の場所としても参考にしてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのは京橋千疋屋東京駅一番街店でございます。東京駅には千疋屋2つほどある認識なんですけれども、こちらの東京駅一番街以外にもグランスタ東京店がありまして、そちらはイートインのスペースや今回いただくメニューの提供はございませんのでご注意ください。1881年に誕生した京橋千疋屋。千疋屋と言いますと、千疋屋総本店のイメージをされる方もいるかと思うんですけれども、こちらの京橋千疋屋は千疋屋総本店からのれん分けして誕生した老舗フルーツ店。こちらの東京駅一番街店では果物やケーキ、パフェなどのテイクアウトはもちろんのこと、店内イートインの利用ができるところがおすすめなポイントです。ガラス張りの店内は木製のインテリアが貴重で、明るすぎない照明を手伝って落ち着いた雰囲気を醸し出してくれています。店内のスペースもとても広いため、スーツケースなど大きな荷物を持っている場合でも入店することができるのが嬉しいポイントです。さて、今映していますのが贅沢にフルーツを使ったパフェやケーキ。京橋千疋屋の代名詞とも言えます特製マスクメロンを使ったマスクメロンパフェや、食べ頃を見極めて提供されるメロンカット、カスタードプリンに8種の果物とアイス2種類が添えられましたプリンアラモードなど、老舗フルーツ店の実力を存分に味わうことができるようなメニューが豊富です。マンゴーのフルーティーな香りが味わえますフルーツカレーや、完熟のアボカドとスモークサンドのアボカドとスモークサンドのサンドイッチなど、お食事系のメニューがあるのも注目すべきポイント。そういったメニューの広さもありますし、立地もとてもいいのでランチとして利用するにもおすすめです。価格帯としては少し値段を張ってしまうんですけども、贅沢なフルーツをいただけるというところを踏めますと十分にお値段に見合うかなと思っています。さて、この日はモーニング好きにはたまらない8時半から11時半限定なお得なモーニングプレートをいただきました。こちらの店舗以外にもモーニングやってるお店はあるんですけれども、東京駅一番街店以外には品川の店舗ぐらいしか10時より前にオープンするお店はなくて、こちらなんと8時半からオープンしてますので、私のようなサラリーマンをはじめ朝活に利用する際にお勧めできるお店というところも押さえておくべき点です。今回はミックスサンドイッチをいただいたんですけれども、プレーンワッフルをいただくこともできますので、そちらはお好みで選んでください。他にはオレンジ、パイナップル、キウイ、バナナ、リンゴなどが添えられましたフルーツサラダが添えられています。朝から千疋屋のクオリティのフルーツを楽しむことができながら一日を始めることができる、そんなお店になってますので、ぜひご活用ください。続いてご紹介しますのは2020年11月にオープンしましたゴンチャの東京駅グランスタ八重洲店でございます。日本全国に続々と誕生していますゴンチャ。皆さんもゴンチャと言いますとチェーン店のイメージで今更ご紹介することに違和感を感じる方もいるかと思います。ただこちらのお店で注目すべき点はモーニングメニューの提供があるという点。実は限られた店舗のみでモーニングメニューが提供されていまして、私が知る限りではおそらくこの東京駅グランスタ店で試験的に採用されているぐらいなのかなと感じています。こちらの店舗も8時からオープンしていまして、モーニングメニューは11時までの限定。定番のティーとトーストやシュガードーナツ、エッグタルトやチャーシューメロンパンをセットにしたモーニングティーセットが420円から490円程度、つまりワンコイン以下でいただくことができるという点は特にお勧めできるポイントかなと思います。この日も420円でいただいたんですけれども、トッピングにパームを追加しても500円ぴったりでいただくことができるような、そんなお得メニューです。
こちらの東京駅グランスタ八重洲の1階1階に関しましては、テーブル、カウンター合わせて49席と席の数も多いですし、Wi-Fi と電源の提供がありますので、例えば仕事の途中で東京駅で少しだけメールを返したいなんていう用途にも使えるような、そんな店舗でございます。せっかくなので少しゴンチャのご紹介しますと、ゴンチャは2006年に台湾で誕生しました。全世界で1500を超えます世界規模のアジアンカフェになっています。台湾発祥のティーブランドとして圧倒的な認知度を誇りますゴンチャは、タピオカなどの一時的なブームに踊らされず、着実にファンを増やせるような取り組みを続けています。そんな取り組みの一環として、こちらのモーニングメニューの提供も始まったのかもしれません。続いてご紹介しますのも、東京駅からすぐにありますデポさんです。こちらも2020年8月に誕生した比較的新しいお店です。東京駅の改札を出てわずか10秒で到着するノスタルジックな空間。ナポリタンやクリームソーダなどの懐かしいメニューを味わうことができます。冒頭でご紹介しました京橋千疋屋、先ほどご紹介したゴンチャ、ともに8時台から利用することができるんですけれども、なんとこちらは7時からオープン。夜に関しましても、平日は23時、休日は22時までやっていますので、一日中利用できるような空間です。そんないつでも立ち寄れるようなこちらの空間は店名にも表れています。デポと言いますのは補給所の意味。旅の前に気持ちを上げたい時や、帰り道にほっと一息つきたい時、上質なお食事をサクッと楽しむことができるこちらのデポさん。まさにエナジーチャージスポット、補給所と言えるかなと思います。ご覧のように店内は実は音響が充実しておりまして、BGM はレコード版から流されている本格的なもの。コーヒーもこだわっていまして、自社焙煎コーヒーブランド上豆腐コーヒーの豆を使用しているとのことです。もちろんこちらのバーの雰囲気からもわかるかと思いますけれども、ビアマイスターが注いでくれるビールにもこだわっていまして、スイングカランと強冷式ビールサーバーにて注がれます。まさにキンキンに冷えたビールをお仕事終わりにいただくことができるような店舗でもございます。さて、こちらこの日いただきました懐かしほろ苦プリン、懐かしのクリームソダ、そして東京ナポリタンです。いずれも喫茶店でいただけるようなメニューなんですけれども、このバーの雰囲気でいただくことができるというのはまた違った体験になるかなと思います。まずはこちらの懐かしのクリームソーダ。鮮やかな緑色のシュワシュワにアイスクリーム、そしてさくらんぼがトッピングされて見た目からも楽しむことができます。続いてはこちらの懐かしいほろ苦プリン。こちらはテイクアウトもできまして、店内でナンバーワンの人気と言っていいほどのメニューになっています。エスプレッソが香る濃厚でビターなカラメルソースはまさに大人の味。しっかり固めのプリンに絡んで絶妙な味わいを楽しむことができます。これまでにも色々なプリンをいただきましたけれども、こちらのプリンは特に心地よい苦味が美味しかったなという印象です。続いてはシグネチャーメニューのナポリタン。昔よく通った喫茶店で提供されていたような太麺で濃い味の王道ナポリタン。麺には浅草開花楼の低加水パスタ麺を使い、一般的なパスタ麺よりも低い加水率で製麺しているとのこと。この製法により従来の麺にはなかったような弾力と歯切れの良さを実現しているとのことです。ちなみにこちらの懐かしほろ苦プリンと宇治抹茶の奥深い味わいが楽しめます抹茶プリンを一度にいただくことができますプリンアラモードというメニューもございますので、お友達とシェアする場合にはそちらを注文していただくのもいいかもしれません。続いてご紹介しますのは、丸の内ブリックスクエアにありますラ・ブティック・ドゥ・ジュエル・ドブション。今映しておりますのは、東京メトロ丸の内線の東京駅から直通しています丸の内ブリックスクエア。こちらは丸の内のコンフォート、つまり癒し、安らぎをコンセプトに2009年9月にオープンした複合施設。地上34階建ての丸の内パークビルディングの低層階に商業ゾーンとして展開されています。地下1階から地上3階にはアパレルショップやコスメショップ、レストランなど34店舗が並んでいまして、4階にはフィットネスクラブもあるとのことです。現在は改装中になりますけれども、三菱1号館美術館も併設しておりまして、さらにその1号館美術館の横にて営業されていたカフェ1894に関しましては、明治時代の銀行営業室の空間を利用した特別空間になっていまして、そちら過去の動画でもご紹介しているんですけども、極上な空間になっていました。そちらに関しましては2024年の秋頃まで休館中になっていますので、再度オープンするその日が楽しみです。さて、そんな施設の中で今回ご紹介しますのは、ジョエル・ロブション監修のパティスリー&ブーランジェリーでございますラ・ブティック・ドゥ・ジョエル・ロブションです。独創的でありながら
フランスの伝統に基づいたバリエーション豊かな焼き菓子やパンをイートインもしくはテイクアウトでいただくことができます。ジョエル・ロブション、ご存知の方も多いかもしれませんが、2011年に発行されましたミシュランガイドで総数26個の星を獲得し、世界で最も多くの星を持っていると言われています。今回ご紹介しますこちらのラ・ブティック・ドゥ・ジェル・ロブションに関しましても、2017年から2022年まで5年連続で食べログパン100名店に選出されまして、実力と美味しさはお墨付き。先ほどご紹介しました丸の内ブリックスクエアの中庭を望むことができますガラス張りの店内は高級感あふれる空間。昼間は中庭のグリーンを、夜はきらめく丸の内を眺めながらゆったりとティータイムを楽しむことができます。イートインでご利用される場合には先に席を案内してもらってからセルフサービスでパンを選び購入するシステム。こちらの店ではロブションならではの伝統的なバゲットやカンパーニュの他にガレットセットいただけるのも魅力になっています。他にもジョエル・ロブションの焼き菓子をセットにしたお土産用のセットだったりとか、あとは見た目も美しいケーキ類も購入することができます。こちらのケーキに関しましては独創的でありながらフランスの伝統に基づいたバラエティ豊かなケーキが季節ごとに用意されています。特にホールケーキに関しましてお誕生日や記念日など特別な時を演出するためのアニバーサリーケーキの提供もございますので、気になる方はオンラインで予約していただいて受け取っていただくのもいいかもしれません。他にも焼き菓子類に関しましてはフランスの伝統的なバターをたっぷりと使用した風味豊かな焼き菓子が用意されています。こちらもティータイムの楽しみとしてまた贈り物としてご利用いただけます。もちろん季節のメニューもありますのでそちらもインスタグラム等でチェックしてほしいです。そして今回お勧めしたいのがランチセット。ランチセットに関しましては先ほどからご紹介していますフランスブルターニュ地方の郷土料理ガレット、つまりそば粉のクレープやパスタなど幅広いメニューが用意されています。店内ではガレットを作る様子も眺めることができますので、出来上がってくるまでの楽しみの時間も過ごしてください。そんなガレット一部ご紹介しますと、カリカリとした生地に卵やじゃがいも、ロースハムがトッピングされたプロバンサルというメニューや生ハムとたっぷりのフレッシュサラダが乗りましたサラダジャンポンフリュなど4種類から5種類のガレットが展開されています。そんなガレットですけれどもランチセットにしますとよりお得に楽しめます。ベーシックなランチセット A はロースハムのコンプレット、そして今回いただいたような数量限定のランチセット B に関しましてはその日ごとでメニューが変わりますので、ぜひチェックしていただいて気に入ったものでしたらぜひ注文してみてほしいです。この日はバスク風ハムとピペラード、パプリカの煮込みというガレットが提供されておりました。こちらのガレットセットに関しましてはコーヒーもしくは紅茶がついたお得なセットになっていますので、例えばガレットとコーヒーいただいた上でもしコーヒー余ったようだったらテイクアウトしていただいて、先ほどご紹介した丸の内ブリックスクエアの緑の中で楽しんでほしいです。続いてご紹介しますのは丸の内中通り丸の内マイプラザ1階にありますローズベーカリー丸の内店。こちらは2012年3月に開店したオーガニックカフェ。2002年に訪れる人が自宅で食べられるように食事ができるお店をコンセプトにフランス・パリにオープンしたローズベーカリー。イギリス出身の女性料理人の方ローズ・カッラリーニーさんによるイギリス風のスタイルはパリジャンの中で話題になりまして、現在はパリ市内に3店舗、ロンドン、ソウルにも店舗を構えています。丸の内のローズベーカリーは日本第1号店。こちらはコメドギャルソンと同じ空間になりまして、入り口からもその様子が伺えるかなと思います。そんなコメドギャルソンと同じ空間にあるからこそ、丸の内らしく無駄なくスマートな様子も魅力的です。また、こちらの店は2021年、2022年と連続で食べログカフェ100名店にも選出されていまして、提供されるフードやドリンクはどれも本格派。ご覧のようにたくさんの焼き菓子が提供されているんですけれども、ペストリーは一つ一つ手作業で作られています。特に今回いただきました看板メニューのキャロットケーキは連日売り切れになってしまうほどの人気。人参、くるみ、シナモンが混ぜ込まれた生地にクリームチーズがトッピングされたボリュームのある円柱形のケーキです。そんなキャロットケーキはテイクアウトに限りまして予約および取り置きが可能でございますので、予約や取り置きをしていただくというのも選択肢になるかもしれません。さて、今回注文しましたのはランチタイムにこちらのリゾット&グリーンサラダです。お米のつぶつぶ感を適度に残して炊き上げられたリゾットはボリュームもあってお腹も大満足。そのお米の硬さ具合も個人的には病みつきになりそうでございました。こちらのリゾットに関しましては野菜を中心にかぼちゃやほうれん草など季節ごとに味付けが変わりますので、インスタグラム等を確認していただいてお気に入りのタイミングで訪れてみてほしいです。
こちらはオーナーのロッツ・カンラ・リーニさんから季節ごとに届くレシピに基づいて作られたオーガニックで体にいい食材がふんだんに使用された体思いなメニュー。食後には玄米茶と先ほどのキャロットケーキをいただきました。キャロットケーキは断面をよく見ますと名前の通りみじん切りの人参がたっぷりと練り込まれています。しっとりとした甘さ控えめの生地。後味に心地よくスパイスが香ります。添えられたクリームチーズがアクセントになって飽きない美味しさです。合わせていただいてほしいのは玄米茶。フランス発祥のカフェでこちらのおしゃれな陶器でいただくことができますので、よりその美味しさが引き立つような気分になります。フランス発祥のカフェでありながら日本ならではの玄米茶がぴったりになっていますこちらのカフェ。もしかするとその土地ごとの魅力を伝えられるようにいろいろな工夫をしているのかもしれません。先ほどちらっと触れましたキャロットケーキはテイクアウトのみ予約取り置きが可能。予約は前日まででお一人様2個まで。当日の場合は取り置きとしてお一人様2個まで頼むことができますので、ぜひそちらもご活用ください。そして最後にご紹介しますのは2024年2月にニューオープンしましたアンド東京さんです。こちらは東京駅のグランスタにオープンしたばかりのドーナツテイクアウト専門店です。アンド東京という店名にはアンドーナツと他店舗とのコラボという2つの意味が込められています。中でも新宿や日本橋にありますダメな隣人というラーメン店とコラボした混ぜそばドーナツはドーナツの上にそばが乗っているようなインパクト大ないでたちと間違いのない味わいで話題になりました。そんな混ぜそばドーナツだけではなくて個性的なドーナツの数々が魅力のこちらのアンド東京。外はカリカリ中がふわふわが特徴の食感はやみつきになること間違いなし。カウンター越しにはドーナツを手作りする様子も眺めることができます。ちなみにこちらのお店の向かいには WK2 というカフェ&バーがあるんですけども、そちらは系列になっていますのでゆったりしたい方はそちらのご利用もご検討ください。購入できるドーナツは常時5から6種類。砂糖を振りかけた定番のプレーンの他に日本橋の人形焼き本舗板倉屋のあんこを使用したあんバターや同じく日本橋の老舗ほうじ茶専門店森の園の茶葉を使用したほうじ茶などがあります。そんな中私が今回購入しましたのは抹茶とプリン。抹茶は甘いものが苦手な方でも楽しめるようなほろ苦いクリームがたっぷり入ったまさに大人のスイーツといった感じ。もちろんコーヒーとも合いますので、過去にご紹介しました皇居外苑のスターバックスにテイクアウトしていただいて、スターバックスのコーヒーと一緒にいただくというのもおすすめかもしれません。もう一つ購入したのはこちらのプリン。プリンのチョコレートがドーナツの上に添えられているのもなんだか可愛らしいですよね。こちらのプリンは日本橋ブリュワリーさんとのコラボ。日本橋ブリュワリーさんで人気のプリンをイメージしたプリンクリームは濃厚なカスタードと生地の甘みがベストマッチ。前々から名前だけ出してるんですけども、日本橋ブリュワリーさんも未だにご紹介できてないので、今後ご紹介したいと思っています。以上、今回は東京駅からおすすめカフェ6選をご紹介しました。今回ご紹介した東京駅のカフェに関しましては、特に冒頭の3件、朝早くからやっているということを知らなかった方も多いかもしれません。そういったチェーン店であっても、朝からやるという工夫、そして思考実験をされている様子は、オフィスワーカーが多かったりとか、新幹線やバスに乗る前の方が多いという東京駅ならではの立地の工夫なのかもしれません。また最後にご紹介しましたアンド東京さんなんかは今大人気のアイムドーナツが大行列に並ばなければ買えないところを比較的並ばずに購入することができますので、生ドーナツをまず試したいという方には特におすすめです。もちろん有名店とコラボしたこだわりの味わいも個人的におすすめしたいポイントになっていました。以上ミッキーでした。ありがとうございました。